皆さんこんにちは、はるです。今回は絶対に脱獄が不可能と言われているアルカトラズ島に行ってみようと思います。私は今アメリカ西海岸を縦断しておりまして、今サンフランシスコに来ております。アルカトラズ島に行くのかなり楽しみで、ワンピースのエースが収監されていた場所のモデルになっています。世界一脱獄が難しい場所というか、もう脱獄が不可能な刑務所、どんな感じなんでしょうか。では皆さんも一緒に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。今日風がすごくってここにね大きい公園があって、木の下ずっと歩いてきてたんですけど、頭の上に木の実が3回ぐらい落ちてきてへこみそうになりました。アルカトラズ島にはフェリーに乗っていくんですが、乗り場はこちらのピア33になります。で、今もう目の前にいるんですが、こちらから入場するような感じです。では早速行ってみましょう。わあ、皆さん見てください。美味しそうなホットドッグがありますよ。でも私はホットドッグ食べてる暇なんてないので、早速行ってみようと思います。今日は8月24日なんですけど、次の予約可能日28日からですね。かなり人気です。で、私もねギリギリ予約できたんで、もう最低でも3日前、できればもう1週間1ヶ月前には予約しておいた方がいいと思います。すごい大規模ですよね。ディズニーランドとかユニバみたいな感じ。飲食物の持ち込みはダメだそうです。中に入るとこういう休憩所とかありますね。あそこにでっかい模型がある。うわ、すごいでっかい模型だ。私長崎出身なんですけど、軍艦島に似ているとこありますね。サンフランシスコの街中からも綺麗に見えるぐらいすっごい大きい刑務所なんですよ。すごい、もう逃げられないように迷路みたいになってますね。このアルカトラズ島のツアーは日本語の音声案内が使えるので、その都度詳しく説明していこうと思います。ここに並ぶんですね。すっごい人だな。お手洗いとかあるんかな。奥にあった。ちょっと先に行ってこようと思います。もうお手洗いからして刑務所感出てますね。仮設のお手洗いかなと思ったんですけど、ちゃんと水洗で手洗い場とかソープ、サニタイザー、ティッシュも全部ついてました。チケットはウェブから予約ができて、メールに QR コードが届くので、それを提示して中に行ってみようと思います。はい、ではチケット提示しました。これうちはもらえるそうですよ。よっしゃ、ちょっともらっちゃいましょう。可愛いですね。木の棒でできてるアイスクリーム食べた後の棒みたい。次のビジターのためにまた返却してねって書かれてます。エコではツアー開始5分前になって搭乗が開始されました。こちらがフェリーですね。すごい平べったい不思議な形をしたフェリーです。このフェリーね、上に乗ることができるんで、そこに行ってみようと思います。わあ、今日天気良くてよかったな。中こんな感じなんですね。みんな何か食べ物頼んでる。サンドイッチとかスナックとかが売ってるそう。意外と安いですね。ホットドッグ5ドル30。ちょっとしたパンとかドーナツとかも売ってますね。ここにはホットドッグ用のケチャップとかマスタードなどが置かれています。紅茶のティーバッグとかも置いてるけど、これ飲んでいいんかな。こっちにはコーヒーもあります。でもカップがないんで、やっぱ飲み物も購入する感じですね。大人気です。中も結構広々としてます。窓側に座りたいならちょっと早めに来た方が良さそうですね。では外行ってみましょう。船ってワクワクしますよね。ここが操縦席。めっちゃ気持ちよさそうやな。すごい。座るとこいっぱいあるんですけど、結構埋まっちゃってますね。あっちの方に座れたらな。一人分どこか空いてないかしら。空いてないですね。一応前の方に座ることができました。ちょっとやっぱ早めに来ておく方がいいですね。
私今回ツアー開始30分前に来たんですけど、フェリーでいい席を取りたい場合は多分1時間前には来ておいた方がいいかなと思います。あともし車で来られる方はピア33周辺って駐車場がないんですね。なのでちょっと離れた場所に止めなきゃいけないので、もしかしたら1時間半前とかそれぐらいに来ておいた方がいいかなと思います。ちなみにこの辺りの路上駐車は2時間しか止めれないらしいんですね。でもツアー自体がフェリーの往復合わせてだいたい2時間半から3時間ぐらいなので、駐車場を探すの頑張ってください。あとツアー自体は朝と夕方の1日2回あって、夕方の方始まった。Alcatraz Cruises vessels sail under rules and regulations set forth by the United States Coast Guard. On board. 船が動き出しました。Our trainers and have them walk about the vessel and not run. To a handrail, especially when going up or down stairway. We're sailing with Alcatraz Cruises. Alcatraz, the most infamous island in the world, of America's most dangerous criminals. 船が旋回しております。 Hear their voices and experience their daily lives during a tour of the federal あ、待って penitentiary. 船の進行方向あっちだ。 Although it's known まさかのね、船逆方向だったんでこっちに向かいます。 Francisco Bay このゴ from ミ入れがある potential ところが invaders. 前の方ですね。 And even after the notorious penitentiary closed, 目の前に in ア a ルカ bid トラ for ズ島が見え political ます。 recognition, ワクワクしますね。 American Indians claim time on the island today. Activity はい、というわけでフェリーがアルカトラズ島に向かって出港したわけなんですけども、もう風がめちゃくちゃ強い。もう半袖が寒すぎて絶対に皆さん長袖着てください。尋常じゃないぐらい寒いです。そしてもう髪の毛ポマードで固めてきたんかってぐらいオールバックになっちゃってるんですが、帽子もかぶらない方がいいと思います。絶対飛んでいきます。でも後ろのお兄さん方見たらちゃんと帽子かぶってるんですよね。なんで飛んでいかないんだ。でも本当スカーフ、帽子、サングラス、その他もろもろ飛んでいきそうなものはフェリーの上ではつけないことをお勧めします。そして目の前にはアルカトラズ島があるんですが、その左手側を見ますとサンフランシスコの顔、ゴールデンゲートブリッジがあるんですが、ちょっと曇ってますね。赤色の綺麗な橋なんですけども、もう曇って黒色にしか見えません。ですが、もうサンフランシスコで一番有名な橋、左手に見えますので、フェリーに乗っている時間も楽しめると思います。そして船からはサンフランシスコの街並みが綺麗に見えます。昼間でもとっても綺麗なんですが、夜の夜景も素晴らしいそうなので、いつか夜のフェリーも乗ってみたいなと思いました。あと先ほどアナウンスが始まって説明できなかったんですが、アルカトラズ島には1日2回のツアーがあります。午前と午後があるんですが、午前が53ドル、午後が64ドルなので、午前中のツアーの方が11ドル安いのでおすすめです。ですが午後のツアーだとサンフランシスコの夜景も見えると思いますので、旅行中のご都合に合わせて選んでみてください。ではだいぶ島に近づいてきました。見えますか？鳥がたくさんいます。近くで見ると迫力ありますよね。遠くから見るとあんなにちっちゃかったのに結構でかいです。はい、では到着しました。アルカトラズ島行ってみましょう。うわ、波が高いですね今日。フェリーが出港してから15分ぐらいで到着しました。この15分の間にホットドッグとかドリンク飲むの結構大変ですね。フェリー来る前に飲み物食べ物はもう済ませておきましょう。みんな降りてってるんですけど、まだ船上で景色を楽しんでる人たちもいます。インディアンズウェルカム、インディアンランドって書いてる。これは新手の落書きなんかな、もともとあったんかな。はい、ということで到着いたしました。こっちで何かオリエンテーションがあるみたいです。 For those of you who are just coming off that ramp, welcome to Alcatraz Island. This is your orientation stop. あ、なるほどな。このうちわって暑い時に使うんじゃなくって、虫が飛んできた時にはたく用のうちわらしいです。
But those clouds are moving, and because those clouds are moving, congratulations on taking the right day right 今日 back. の天気は虫が来ないいい天気だそうです。おめでとうって言ってます。喫煙エリアもあるそうです。このエリアだったら飲食 OK だそうです。その他はダメです。あとこの島は鳥がめちゃめちゃ住んでるんで、鳥に気をつけて、そして足元の糞に気をつけてとのことです。ちなみに地図が1ドルで売ってるんですが、日本語の地図はないです。今説明を行ってるんですけど、もう聞かずに進んでいってる人たちもいますね。よし、じゃあ行ってみましょう。こんなにいっぱい鳥の種類いるらしいですよ。すごいですね。鳥の巣の数とか何匹いるとかも全部書かれてます。ウォーキングツアーに参加したい方はこちらで一緒に行くこともできるそうです。でも私はちょっと一人で行こうと思います。フェリーの上の風が強すぎて鼻取れるか思いました。ではこの道まっすぐ進むと日本語のオーディオ案内を借りれるということなので、まっすぐ進んでみようと思います。このアルカトラズ刑務所は全米中のもう手をつけられなくなった凶悪犯たちが収監されていた場所で、世界一有名な刑務所と言われています。それがアメリカのサンフランシスコにあるんですよ。もう今は使われてなくって1963年までの30年間は使われていたそうなんですが、単純にコストがかかりすぎるっていうことで閉鎖されちゃったらしいです。でも今ではもうサンフランシスコ1位2位を争う、有名な観光地になっています。ちなみに皆さん、日本で一番脱獄が難しい刑務所どこにあるかご存知ですか？なんとね、北海道にあるんですよ。北海道の網走刑務所って言って、昭和の脱獄を何度も繰り返してもう超有名になった囚人がいて、高倉健さんが確かね主演で映画をされてたので、そこもねいつか行ってみたいなと思います。ちなみに日本で唯一刑務所がないのは奈良県だそうです。刑務所も奥が深いですよね。初めてです、刑務所に観光に来たの。でもやっぱいつもとは違って新しくって面白い。本当にそのままの施設が残ってますね。何これこういうのもあるんだ。道端にこういう看板があるんですが、この赤色のセルフォンオーディオツアー、この目印の通りに進んでいくと音声ガイドがゲットできます。あれ、ウミネコと違う種類の鳥が友好関係結んでますね。ヒナなんかな、もしかして。でもこんな大きいことある？多分ウミネコの口の中にご飯が入ってて、茶色い子がそれをちょうだいちょうだい言ってるような感じですよね。これどういう状況なんだろう。でもウミネコは固くなに口を一切開かないっていうような感じですね。セルフォンオーディオツアー、このタワーが目印でもうすぐあるそうなんですけど、ここにもカムオブザフリーインディアンランドって書いてますね。特にそのウェブサイトとか情報を見てもインドとの関係性とか書いてなかったんですけど、何かあるのかもしれないですね。はい、で上まで登ってきました。セルフォンオーディオツアー、ここですね。おお、監獄感あるなすごい。オーディオツアー、おお、シャワーがいっぱいついてると思ったら、これあれですね。ここに収容される人たちはまずここに真っ裸で入ってシャワーを浴びるんですよ。それで監獄の中に入れられるっていう情報を聞いたことがあります。日本語案内がありました。ツアーを開始するにはステップを登ります。ツアースターツヒアのところに進みます。緑のボタンを押します。Hello, one, Japanese please. 元気ですか？元気です。One Japanese audio, 楽しんでありがとう。ありがとう。Hello. Thank you. ツアーは階段を登ってからスタートするそうです。私ジンバルも携帯もヘッドホンもマイクもつけてるんで、すごいメカニックな感じになっております。うわー、監獄だ。ではツアースターツヒアなんでここで押します。お部屋は3階建てになっています。でこっちの壁にはもう絶対にすり抜けられないであろうちっちゃい窓がありまして、サンフランシスコの街が見えるようになっています。ここにみんな収容されてたんですね。かなり狭いです。
中にあるのは手洗い場とむき出しになったトイレだけですね。ここには実際の部屋の様子が見れるようになってます。机の上にタバコがあると思うんですけど、週に3回タバコが支給されるらしく、これはもう吸う人も吸わない人もタバコが支給されていたそうです。こっちのお部屋にはベッドの上に楽器が置いてあると思うんですけども、こういう楽器の演奏とかバンドが結成されてて、その楽器の練習などもできていたそうです。でも楽器が練習できる時間も限られていたらしく、1日2時間程度練習ができたそうです。あと人によっては絵を描いたりとか本を読める人たちもいたそうです。普通のお部屋こんな感じなんですけど、なぜかこっちの部屋のお手洗い壊されてて、水回りもなんかすごいことになってますね。ちょっと水道管の調子悪かったんかな。こう見たら意外と生活できそうですよね。ですけど何十年間もこの中に閉じ込められて、しかもね1週間に1時間しか外に出る時間なかったそうです。そう思うとちょっともう気が狂っちゃいそうですよね。囚人たちはもう本を読むにも絵描くにももう全てに許可が必要だったそうですが、一番人気だったのがこのリクリエーションヤードに出ることだったそうです。おー、風がすごい。うわー、これは脱獄しようっていう気持ちを削られますね。周りに何もない。ここが囚人たちに一番人気だったスポットだそうです。塀もかなり高いですよね。これは絶対登れなさそう。ここの独房には A から D ブロックがありまして、今から行く D ブロックが一番もう言うことを聞かない、手に負えない囚人たちが入れられる独房だそうです。ここの独房は結構広めですよね。さっきよりももう倍以上広いんじゃないかな。ここには42個部屋があって、9から14がこういう穴蔵って呼ばれる超頑丈なお部屋になっています。ここはライトとかもついてないんで、1回入れられたらおお声が響く。この暗闇の中生活しなきゃいけなくなるそうです。囚人の人たちは自分の服のボタンを取ってこう壁に投げて、落ちたやつを拾ってまた投げてみたいな、そういう遊びをしたりとか、もう目をつむって旅行気分になるみたいな感じで時間を過ごしていたそうです。では次、ライブラリー図書館に行ってみましょう。図書館といってもここにこう気軽に借りに来れるわけではなくって、選ばれた囚人が読みたい本のタイトルを書いて、その本を独房に届けてもらってたそうです。雑誌なども読むことができたそうなんですが、もうちょっとでもこう他の監獄の話とかそういった内容の記事があると全部切り抜かれたものをこう渡されていたので、いくら読みたいエピソードがその記事の裏にあったとしても、もうそれ切り取られちゃうので全部は見ることができなかったそうです。でびっくりなのが、本を読むだけじゃなくって通信教育も受け入れたそうです。すごいよな。だってご飯も美味しいし、外にも、たまにだけど出れるし、勉強もできて、なんだか優しいというか、意外と囚人に対していい特典がたくさんある刑務所なイメージです、今のところ。ライブラリーを抜けたこの場所が刑務所の中で一番人気があった場所だそうです。なぜかというと日光が当たるから。確かにこの辺りは明るくて雰囲気も気持ちがいいです。この独房のお部屋の真ん中あたりにあるのが面会場所ですね。このちっちゃいガラスを隔てて会話をすることができたそうです。面会に来る側も身体検査をしっかり受けるんですけど、その時に金属探知機をくぐり抜けるんですね。でもその金属探知機が結構性能がいまいちで、下着のちょっとした金属に反応したりするのにナイフには反応しなかったりとかしたらしいです。ここは今までに1545人収監されていて、そのうち36人が脱獄をしたそうです。ですが島を出るまでに射殺されちゃったり、また再逮捕されたり、運よく島から出られても冷たい水溶にやられても亡くなっちゃうことがほとんどだったんですけども、唯一3人だけ脱獄成功した人がいるんですよ。
このアングリン兄弟とモリスの3人はまず自分そっくりの頭を作ります。これで看守の目をごまかして食事中に出たスプーンを使ってここに穴を開けたそうです。スプーンも1本じゃなくって結構な量盗んでますよね。ここを掘るのにどれぐらいの時間かかったんでしょうね。なんとこの頭部、石鹸と髪と自分たちの髪の毛で作ったそうです。これがその時の実際の写真ですね。こんな感じで作業してましたよとか、使ったスプーン、そしてこの3人が脱獄した囚人たちです。何がすごいかってダミーの頭が1ヶ月間看守にバレなかったんですよ。その脱獄を成功させた3人は1ヶ月間そのダミーの頭を置いてこそこそと作業をしていたそうです。でその3人すごいのがイカダも作っちゃうんですよ。ライフジャケットと50着ぐらいレインコートを使って少しずつ手作りしてイカダを作ってそれで脱走したそうです。ですが専門家的にはもうこの海を渡って逃げ切ることは不可能だろうということで、死亡しているだろうと捜査打ち切りになったんですが、なんと年月が経ったある日、サンフランシスコ警察に一通の手紙が届くんです。その3人のうちの1人から。僕は無事に脱走してもう80歳超えて体調はあまりよろしくないけど生きておりますみたいな手紙が届いたそうで、本人かどうかわからないんですが、その死亡したって言われている3人もしかしたら生きているんじゃないかって言われています。皆さんどちらだと思いますか？では奥へ行ってみましょう。この時計がある場所はタイムズスクエアって呼ばれているそうです。ここに献立表がありました。1963年5月21日の献立ですね。シリアルとスティームドウィート、スクランブルエッグ、フレッシュミルク、スチュードフルイ、トーストブレッド、バター、コーヒー、結構豪華ですよね。このアルカトラズ刑務所ではなんとね1日3回ご飯が出てたらしく、アメリカの刑務所の中で一番ご飯が美味しかったそうです。この刑務所内での一番の楽しみが食事っていうのもうなずけますよね。ちなみにナイフとかフォークで襲われないようにしっかり食堂にも檻がつけられています。ここに調理器具を置く場所に絵が描かれてるんですけど、これは調理器具がなくなってないかちゃんとあるかっていうのも確認するための絵だそうです。ですがこういうことをやってても今までにこの調理器具で何人か刺されて殺されちゃったそうです。1日3食出て料理も美味しいと評判だった食堂なんですが、一時期スパゲッティが出過ぎて暴動起きてるんですよ。スパゲッティ出過ぎてまた次スパゲッティ出たら暴動起こしてやるみたいにみんな言ってたんですけど、ちゃんとまたスパゲッティ出てきたんですよね。もうそれでみんな机ひっくり返してうわーってこうなって暴動が起きたらしいんですけど、職員さんが窓ガラスを3枚ぶち破ってみんなの注目を集めて、お前ら静まれってなって静まってみんな帰っていっちゃったらしいんですけど、スパゲッティ食べ過ぎると人間って暴動を起こすんだって思って、ちょっとそれが面白かったです。ここの刑務所は30年経った後に閉鎖されちゃうんですが、なんとケネディ大統領が閉鎖を命じたそうです。そして囚人たちはみんなシャワーを浴びて新しい服に着替えて島を出て行ったんですが、この写真が最後の一人が島を出る時に撮影された写真だそうです。はい、ということでこの食堂でオーディオツアーが終了しました。今からこれを返却しに行こうと思うんですが、これね盗難防止装置がついてるらしくって、これ持ってフェリーに乗ると警報が鳴るらしいです。なので間違えて携帯みたいな感じで持って帰らないようにしましょう。はい。ありがとうございます。さよなら。で歩こう。オーディオを返却するとお土産ショップにやってきたのでちょっと見ていきましょう。結構広いあっちの方までありますね。で今ですね、日本に帰国した際にオフ会をしようと思っているんですが、その時にプレゼントするお土産というものも探す旅も並行して行っているので、何か皆さんにお渡しできるものがないか探していこうと思います。これとか面白くないですか？食事の時に使われてたカップ、$14です。家でも手軽に囚人気分が味わえます。
T シャツもありますよ。男性向けのデザインだな。1着物によって値段違うんですけど、26ドル、28ドル、30ドル。このシャツは囚人服かな。30ドル。 T シャツとそんな変わんない。キャップはシンプルめでおしゃれですね。1つ20ドル。個性強めなお土産ありましたよ。囚人たちの顔の載ったカード顔の載ったカード。うわー、こうやってみんなの写真が入ってます。45枚、45人の囚人たちの顔が載ってます。いる15ドル。これ思いついたんですけど、こういうところにこそ白黒のプリクラ機というか、囚人になった風に写真が撮れるブースとかあったら面白いのになって思いました。うわー、見てください。刑務所お食事セット、結構でかいな。これ6箇所入れるところがあるって、やっぱりこう食事が豪華だったのが分かりますね。もう種類とか味だけじゃなくって、盛り付け方にもこだわっていたそうです。また面白いの見つけた。囚人の顔のトランプ。ステッカーはこの2種類です。レインポンチョも売ってました。これ50着使ってイカダを作ったってやつですね。ちょっと中身はどんな感じか分かりませんが、海外旅行中はレインコートあった方が楽なので、これもいいかなと思います。このステッカーと同じ柄のポストカードも購入しようと思います。ではアルカトラズグッズオフ会で誰の手に渡るんでしょうか。ではお会計してきます。はい、では外にやってきました。外の風が気持ちいい。なんとお土産屋さんの前に車があって、これね無料で乗れるそうです。あとフェリー乗り場まで連れて行ってもらいます。この車は25分間隔でお土産屋さんとフェリー乗り場に行っているそうです。おー、なんて楽ちんなんだ。坂道登るの大変だったけどめっちゃ揺れる。めっちゃ揺れる。Front? Okay. こっから入っていいらしいですよ。Thank you. ではフェリー乗り込みます。あれ、私が乗ったフェリーとまた違いますね。屋根がついてる。すごい。わかります？あれ屋根じゃなくてソーラーパネルになってる。フェリーの中の電気系統をこれで補ってるのかもですね。さっきからね、ハエがすごいです。もう顔とか服にすんごいくっついてくる。ここにうちは返却ボックスがありました。ありがとう。内装は来た時と一緒ですね。寒いので帰りは中にいようと思うんですが、せっかくなんで上も行ってみようと思います。すごい。2階も中になってる。これ嬉しいな。こっちのフェリーの方がいいな。では3階も行ってみましょう。どこが一番人気なんだろう。いい感じですやん。椅子の配置がいい感じですやん。このフェリーいいな。皆さん続々と乗り込んできてます。私は2階席にしようかな。私はフロントの2階の中席にしました。船が動き出すのスムーズすぎて、いつ出港したかわからなかった。では町の方に帰ります。
さあ到着しました。次のツアーに参加する人がまた並んでますね。すごいな、こうやって一日中行列ができるほど観光客が入ってる刑務所ってすごいですよね。はい、では皆さんアルカトラズ島いかがでしたか？世界一有名な刑務所、絶対に脱獄できないアルカトラズ刑務所。刑務所って聞くとなんだか怖いイメージがありますが、実際に行ってみると、あ、刑務所ってこんな感じなんだ、囚人の生活ってこういう風なんだっていうのをたくさん知ることができて、すごく刺激的で楽しかったです。意外と1日3食豪華なご飯が出たり、通信で勉強できたり、本読めたりとか、タバコ吸えたりとか、手がつけられない凶悪犯でもそれなりの生活はできていたんだなっていうのが意外でした。今回私はフェリーの往復も入れて3時間半滞在していました。なんでちょっと長くなったのかって言いますと、オーディオ説明で、じゃあ次はタイムズスクエアにとか、次は食堂にっていうのが場所がちょっと分かりづらくって、探すのに時間がかかっちゃったんですね。なのでアルカトラズ島に行く前にウェブなどで地図を検索して、そのダウンロードした地図を見ながらツアーに参加するとスムーズに回れるかなと思いました。あと昼間ほんと汗だらだらかくぐらい暑かったんですけど、やっぱ寒いので上着は絶対持ってきた方がいいなと思いました。もう何も考えずにとりあえず上着は持ってきてください。あとツアーを予約する際にパスポートと自分の名前が入ったクレジットカード、あとマスクを持ってきてくださいって書いてたんですけど、何もチェックはなかったです。ですが念のためパスポートは持ってきておいた方がいいかもしれません。あと荷物を置く場所などもないので、私はバウンスっていうサンフランシスコ市内に荷物を預けられるアプリがあるので、それを利用して荷物を置いてもらってます。もし気になる方は私のトコテコブログに記事をまとめますので、ぜひご参考にしてください。はい、というわけで今回の動画はこちらで終わろうと思います。今春デイリーは登録者10万人目指して頑張っておりますので、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では今から荷物を取りに行って次の場所に向かおうと思います。アメリカ西海岸縦断の旅、他の動画も楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。